はい、今日は土曜日、朝ゆっくりと起きて、マドリッドリオ公園のね、川向こうにあるショッピングセンターへ買い物に行ってきました。サバ、日本のサバとちょっとね、スタイルも違います。顔も違います。日本のサバよりも大体鼻が高いです。西洋のサバは。最近なんか日本では、結構ノルウェー産とかね、そういった、日本近海ではないサバもね、一般に出回っているようですが、このサバがスペインで一番一般的なサバですね。スペイン語でカバージャと言います。これ3匹でね、だいたい重さ 1.6 キロちょっとありました。1.6 キロちょっと。どれくらいの大きさかと言いますとね、この下に置いてある、まな板、これの長さがだいたい36.5から37センチぐらいということで、この大きいやつで40センチちょっと切るぐらいかもしれませんね。40センチぐらい。それぐらいのサバです。3匹で 1.6 キロちょっとで、値段が11ユーロちょっとでした。11ユーロちょっと。さあ、日本と比べて安いのか高いのか分かりませんが、スペインでは、このインフレでね、私の感覚からすれば、ちょっと前の2倍かなっていう感じがします。値段が2倍になってます。ちょっとね、その1キロあたりの値段を見てひるみましたが、たまにはお魚も食べたいなということで、サバを今日は買ってきました。今からこの3匹のサバを使って何をするかと言いますと、1匹は、干物にします。そして1匹は、普通に生食にします。もう1匹は、パエージャに使ってみたいと思います。パエージャね。とりあえず今日は今から、その下準備に入ります。干物用の、サバは2枚おろしにしておいて、そして生食用と、パエージャ用は3枚おろしにする予定です。では作業に入ります。こういうね、魚を扱うっていうのは長いこと私もやってませんけどね、もう新型コロナ危機が始まって以来、魚は、贅沢品なので買わないことにしてますから、ということで本当に久しぶりです。これ日本から持ってきたね、まな板ですけど、かなり年季入ってるでしょ。やっぱりこうたまにね変えないともう汚れてきた色が取れなくなっちゃいますけどね。そのうち新型コロナ危機が落ち着いたら、また日本から来るどなたかに持ってきてくれるようにお願いするとしましょう。これはですね、さっきの、3匹のうちで一番大きいやつです。一番大きいやつはもうこれは、一夜干し、干物にします。干物にするということで、とりあえず頭はですね、これは、パエージャの出汁を取るのに置いときます。干物にするのは頭からその尾っぽの方にかけて、頭以外の部分です。干物にするのに3枚おろしにする必要もありませんから、2枚おろしにします。ということで、昔ね、随分こういうの好きで、頑張りましたけど、なんせ少なくともこの3年間一切こういう包丁持ってませんから、あまり綺麗にはさばけないと思いますが、包丁も全く研いでませんしね。このあたり興味ない方はすっ飛ばしてビデオをご覧ください。こんなことやってね、昔は気にせず、やってましたが、今こんなことやって、もし手でも切ったらバイオリン弾けなくなっちゃいますからね。気をつけてやりたいと思います。以前はですね、こうやってお腹を出して、肝臓だとかね、魚卵だとかね、そういうところを見て、目で確認して、アニサキスがいなければ、ほぼ確実に大丈夫だったんですけども、最近、近年になってアニサキスがものすごく増えてきてます。アニサキスに、出くわす頻度が、極端に上がってきてます。これ魚卵ですね。魚卵取っておきます。
ということで、生食する場合は、もう昔と違って今はやっぱり一旦凍らすのが賢明ですね。ここで目で確認しただけでは騙されると言いますから、完全に避けるのは難しいです。あと、昔の私でしたら、こういう食堂とかね、こういうの全部、ちゃんと取って、水洗いして、塩洗いして、お酒で洗って、これで、酒盗をつけます。これで酒盗をつけておくと、酒盗として食べても美味しいですし、それさえあれば、キムチをつけるときとかね、抜群の調味料になるんですね。とりあえず見た感じ、アニサキスは見えてませんが、これは、これだけでは信用しないことにします。今中出した感じね。こんな感じね。はい。で、これは生食用ではなくて、紐のようにします。紐のように。ということで、で頭はですね、パエジャを作るときの出汁に使います。ということで、出汁にね、あんまりこの釜のところの身をつけといてももったいないんで、出汁用に頭だけを落とします。ね、で、そうですね、出汁にするのにこれ1個丸々だと出汁が出にくいので半分に割っておきます。今日はそこそこ大きないい方のサバですが、いい方のサバではありますが、サバっていうのは柔らかいんでね、簡単に切れるんで、普通の出刃包丁じゃなくって、アジ包丁とか、アジ切り包丁とかね、小出刃ですね。小出刃で、量が足りると思います。で、これはですね、日本の魚はもうちょっといいかもしれませんが、スペインの場合は一切血抜きしてませんから、真ん中に完全に血のりが固まってます。ということで、ここを開いてやって、血を洗い流しやすいようにして水で洗います。はい。同じように、今朝買ってきたやつですけどね、普通、魚の鮮度でここを見ればかなりわかりやすいんですが、悪くはないです。で、持った感じもしっかりしてますしね。とりあえず3匹とも今と同じようにして、内臓を取り除きます。日本にいた頃はね、自分で魚買っていてこういうことは、そういうことはなかったんですが、昔から料理はね、興味があったようで、私の叔父の一人がね、京都の有名な料亭の板長をやって、若い時ね、行ってやっていました。その彼のおかげで、最初は彼がさばいてるとこ横でずっと見ていて、目で見ながら学んだんですけど、そういうことを子供の頃からやったってことは子供の頃から興味があったんでしょうね。これもこうやって見た感じね、アニサキスが見えないんですよ。一応目での確認ではいないと。このサバも個体によってね、同じ日に同じところで買ったって関係ないですから、いるやつはいますし、いないやつはいませんし、またこれも魚卵ね、取っときます。で、さっきのやつは紐のようですね。で、これは多分生食用。生食用っていうのは、お刺身にするかもしれませんし、カルパッチョにするかもしれません。で、この頭はやっぱり、なんて言うんでしょう、出汁に使えます。ということで、まずそうですね、出汁用に、頭だけをまず取ってみましょうか。で、同じように、出汁は必ず割っとかないと味が出にくいですから、頭を割っておきます。で、さっきと同じように、真ん中に塊かけというような血がね、ありますから、これを洗いやすいように切っておきます。最後の一匹ですが、ちょっとね、腕が悪いからですけどね、血が出すぎですね。よいしょ。
このサバはパエジャに使う予定です。今回これをやることに決めた一番の理由は、サバを使った本格派パエジャ、これを皆さんに一度ご覧いただこうと思って、サバを買ってきた次第です。サバパエジャなんてね、そんな名称もありませんけども、パエジャって言えば言ってみれば混ぜご飯みたいなもんでね、何を入れないといけないっていうの決まってるわけじゃないんですよ。こうでないといけないっていう決まりはありません。で、自分の好きな具材でね、自分の好みに合わせて作ればいいわけです。で、あまりサバパエジャっていうのは、耳に覚えがないと思いますが、私は日本人は基本的にサバの美味しさよく知ってますしね。これオスの白子ですね。ちっちゃいですね、まだね。日本人はサバのうまさよく知ってますから、このサバでの、もっと大きな白子が入ってました。これを覚えられると、サバは比較的庶民にも買いやすいお値段で手に入るんじゃないでしょうか。これも見た感じは、特にアニサキスの影は見当たりません。肝臓はね、食べるかどうかわかりませんが、取っときます。サバで作るパエジャ。これもまたね、だし用に頭切り落としますよ。多分日本の方のね、ある意味固定観念かもしれませんが、パエジャっていうと、なんかこう、なんですか、豪華にエビが乗っかっていて、ムール貝が乗っかっていてっていう、そういうふうに考える方が多いと思うんですけど、エビ、お金がね、別に問題ないと、予算問題ないと、そういう方はいろんな好きなものを買って、綺麗に飾られればいいですが、いつもそんなに家計が、豊かではないっていう方は、サバ一匹買ってきたらもう本当に美味しいものできますからね。よく言えば、サバだけじゃなくて、ちょっと日本で簡単に手軽に手に入るアサリとかね、そういったものがあってもいいと思います。はい、今さっきの頭を落としたやつを洗いました。切った時にはね、中にいっぱい血がついてるんですが、そういうの全部、この頭の中の血も、それから、この中の、真ん中に走っていた残っていた血を全部きれいに洗い流しました。これをやるときには、私はよく昔ね、ホテルをよく利用したときに、ホテルに置いてあったホテルでね、使い捨ての、歯ブラシですか、あれをもらってくるんですよ。あれを魚おろし用に置いてあるんです。それで、この中を歯ブラシでやるときれいに取れます。こんな感じで、中を洗って、とにかく血が残って、きれいに流せば流すほど、いいです。完全にいったら不可能ですけどね。でも基本的には血は流せば流すほどいいです。できるだけきれいに洗うようにしましょう。3匹とも同じ状態になってます。この一番大きいやつは干物にしますから、完全に骨をね、取る必要もありませんから、片身に骨を残して、片身だけは骨なしにするっていうね、いわゆる2枚おろしです。骨の周りにね、ついたお肉も美味しいですから、それも一緒に食べるようにすればいいですね。これで、1枚2枚おろしです。この、尻尾のここはね、なくってもいいですから、落としちゃいましょう。はい。で、焼き魚用ですから、もうこのまま骨は残しておきます。でこれを、2つぐらいに切ってね、これは塩をして、今夜、魚干し用の網で干すことにします。はい。そして、これは、
生食用、お刺身かカルパッチョか、そういった感じで食べる予定ですから、骨があると困るので、完全に骨なしにします。で、この胸びれがついているところっていうのはね、ちょっと骨がややこしいんですよ。ですから、今日は、ちょっとこういうことをやってみましょうか。とりあえずこれを、3枚におろします。まあ、こんなことをね、スペインに来てやるとは思ってませんでしたけどね。まあでも、メンバーズハウスを始めてからはね、ここで食事を出すこともしょっちゅうでしたから、何でも知ってると助かることがありますよね。で、これは、ものすごく綺麗に身ができるだけ残らないように、もうちょっと丁寧にやってもいいんですが、これはある程度今日は雑にさばいてます。なぜかと、これ全部、パエジャの出汁を取るために必要なんですね。頭と一緒にしておきます。パエジャの出汁を取るのに、使う予定がなければ、できるだけ無駄な肉を骨に残さないように頑張りますが、今日はそこまでしなくても無駄にはならないんです。で、さっき言いましたこの胸びれがあるところね、ここを、お刺身で食べると、ちょっと骨が、どうしても残りますから、これは、別の方法で食べる。例えば、これも、なんて言うんでしょう、干物にしてもいいんですけど、そういう形で食べます。無駄にはしませんから、ここで落としちゃいます。腹でね。この状態。で、生食用ですから骨があると、いわゆるお刺身だと思っていただければいいんですけども、骨がね、ない方がやっぱり嬉しいですから、骨を残さないように取っちゃいます。この種類のサバはね、日本のちょっとサワラみたいな感じで、確かにちょっと身が柔らかいんですね。ですから、身割れしやすいというのはあるんですけど、あとは日本と違ってものすごく荒っぽい扱いで、漁師さんから届くまでにものすごく荒っぽい扱いを受けてますから、もう最初から身割れしているのが結構スペインの場合は多いです。はい、とりあえずこんな感じで2枚取りました。最後の1枚。これはパエジャに使う予定です。パエジャに使うものも、3枚におろします。そういえばあれですね、YouTube の動画配信を始めてから1回か2回、サバを買ってきましたね。今思い出しました。コーナーが始まってから初めてっていうのは間違いです。YouTube を始めてから1回か2回買ってきたような気がします。研いでない包丁ですが、サバぐらいだったらなんとか消えるもんですね。こういうところでね、こうパーンってやるとね、
簡単に切れていいんですけども、飛ぶんですね。レッサーの中古だったりですが、家でやるときはあまりパーンとやらない方がいいです。はい、パエジャ用。パエジャ用もやっぱり生食用と同じで骨があったら食べにくいですから、骨がないように、こういうところは普通に焼き魚にしたら、焼き魚にすれば美味しく食べられますからね。もう骨が残る可能性が高いところは落としてしまいます。はい。ということで、パエジャ用も含めて、生食用とパエジャ用と、1枚、2枚、3枚、4枚ね、これらを何をしないといけないかというと、ご存知の通り、ここにね、小骨が入ってますから、これを全部取る必要がありますね。はい、ということで、これも目のいい人はもしかしたらこれ目で見えるのかもわかりませんが、私も全然目が悪いですから全く見えません、これなんてね。だからもう指の腹で見るだけなんですが、もう指の腹が最近ね、バイオリン始めてからものすごくガチガチに硬くなっちゃいましたから、これまたね、ちょっとこれでは骨がね、よく確認できないですね。これをもし、こういうことをね、家でするのが好きな方で、家でたまにやるんだという方いらっしゃれば、まあ、そんなことをね、ご存知の方も多いと思いますが、中にはご存知ない方もいらっしゃるかもわからないので、私のわずかな経験から来た経験談をお話ししますと、魚によって、個体によって、この骨抜きがどうもうまくいかないときあるんです。なかなか抜けないときがあるんです。その時の解決法っていうのは、大体うまくいかない人ってのは何を間違ってられるかというと、骨がついてるその向き、骨ってこう斜めに入ってる。これを骨が向いてる向きに引っ張ろうとすると、個体によっては取れないです。でもそれを骨が向いてる方向じゃなくって、こう取るんじゃなくって、こう取ってやる。こう取ってね。これをこっちに引っ張るんじゃなくって、こっちに反対方向に曲げるように取ってやると、ほとんどの場合は、こうやってスムーズに何の苦労することもなく、ポンポンポンと全部抜けます。ただ、骨の向きにそのまま抜くことができれば、それが一番ここの見割れがしないですね。私が今言った方法でやると、ここは完全に見割れ、谷間ができてしまいますから、このまんまの大きさで、大きな、切り身を取って、それで大きなお刺身の大胆な盛り付けとか、大きな切り身で握り寿司を握るとか、そういう時にはちょっと気をつける必要がありますね。その方法もね。はい。今、中のね、小さい骨を全部取り終えました。で、今から何をするかというと、まず、生食用とパエジャ用、これに使用します。どういう使用をするかというと、薄塩ではなくて、しっかりと使用します。しっかりと使用します。普通の、例えば塩焼きとかだとこんなに塩しないですよね。
これはしっかりと塩して、塩で締めます。ね、これぐらい塩して、まあ、極端な話すると、これの倍ぐらい塩してね、本当に塩漬けにして、その後の処理で、これをワインとかお酒で洗うっていう方法もあるんですけども、まあ、ワインとお酒を無駄遣いしないために、そこまでの塩はしないで、濃いめの塩程度、塩漬けにはしません。これで、かなりの量の塩をしていますが、まあ、ある程度は、魚から水が出るときに一緒に流れます。また登場ですね。金網。金網の上に紙を敷きます。ここにこれを並べて、お皿とのね、間にペタッと、魚がつかないように金網を置きました。そして、水が出るのが分かってますから、キッチンペーパーでこれを吸い取ります。はい、そして、この上に、干物にする用の魚ですね。干物にする用の魚。これはですね、ちょうどいい塩加減に、全体にまんべんなくちょうどいい塩加減にしようと思うと、直接直塩をするんではなくって、好みの濃さの塩水を使って塩水につけて、少し置いておくっていうのは一番まんべんなく、全体に同じ濃度の塩が回るやり方です。それをするとね、魚は水を吸っちゃうんですよ。でその水をしばらく乾かす時間が必要になってきますので、今日はその方法を取らずに、普通に直塩で塩サバの半節を作ります。さっきに比べると、少しじゃないですね、かなり控えめに使用しています。まあ多くの場合ね、その塩サバの半節を食べるときにはちょっとお醤油の風味も欲しくなりますから、塩があまり濃いとお醤油かけるのがちょっとね、それだけしょっぱくなりすぎちゃいますから、お醤油かける分を残しておかないといけませんから、まあ極端に塩辛くしない方がいいかもしれませんね。ただやっぱり塩っていうのは、干す間鮮度を保ってくれるためには必要なものですから、ある程度は、しといた方がいいです。これもね、さっきの釜の部分ね、これも使用して、もう一緒に半節にしちゃいます。この部分がまた美味しいですよね。はい。で、これはですね、さっきの生食用のやつの上に乗っけます。なんでこれを、さっきのが先でこれを上に乗っけるかというと、別に大きな意味はないんですが、おそらく今夜ですね、今から干してもいいんですが、今真っ昼間ちょっと過ぎたところですから、涼しいんですけどね、それなりに気温は上がってますから、今の気温で干し始めないで、夜日が暮れて気温が下がってからね、干し始めるとします。
はい、上から紙をかけて、これにラップをして、夜までまず冷蔵保存します。それから、これですね、これがパエジャの出汁となる、パエジャの出汁の素です。これにも使用します。数年前であればね、今日この作業をやってすぐに例えばパエジャ作りを行うんですが、さっきも言いましたように近年かなりの勢いで地球の多分気候の変化が原因だと思いますが、アニサキスの被害が増えてます。ということで、パエジャに使うこのサバもですね、今回の私のパエジャ作りでは、完全に火を通さないサバを使います。ということで、アニサキスが死滅しない可能性が高いので、今日すべて、このままパエジャ作りまで続けてできないですね。ということで、パエジャ作りを行う日まで冷凍して、そこで念のために、冷凍という手段でアニサキス対策を行いますから、その日、パエジャを作る日までこのアラも置いとかないといけない。ということで、ちょっと強めに塩をして、これも冷凍保存しておきます。パエジャを作る日まで冷凍保存しておきます。ということで、これは冷凍保存でしょ。そして、さっき使用した2枚おろしと3枚おろしの身の部分ですね。これは今夜になったら干物にするやつは魚干し網に入れて窓の外にぶら下げます。一晩でもう本当にちょうどいい感じのね、一夜干しが出来上がります。あとは、ね、食べない分は冷凍保存ですね。出来上がったらね。それから干物にしない分、生食のお刺身か、カルパッチョにするやつ、それは冷凍庫行き。そしてパエジャにする分、それも、半生で食べる予定ですから、冷凍庫行き。アニサキス対策です。という流れで、今から4日から今日土曜日ですね、日、月、火、水、木曜日にパエジャ作りを行う予定です。